こんにちは、コッパです。前回に引き続き FS-A1F の修理です。 RGB エンコーダを交換しましたが、残念ながら故障原因ではありませんでした。見事な空振りでした。ここだとガッツポーズで部品の注文ボタンをターンと勢いよく押している姿を皆さんに見られてしまった感じで、とてもこっぱずかしい気持ちでいっぱいです。コッパさんだけにね、私のマイルールにしっかり調査してから部品を注文すること、この一文が追加されました。この教えを忘れないように、ここにモニュメントとして飾りましょう。でもね、まだ2ストライクです。あと1回チャンスはあります。引き締まってまいりましょう。この RGB エンコーダー、なぜ映像信号が増幅されないのか、もう少し調査を進めました。まず最初に13番ピンの IREF を調べています。これは内部の基準電流を決める端子です。 27kΩ でグラウンドに接続されていないといけません。このラインが腐食で断線していると映像信号が増幅されません。導通は問題ないですね。抵抗値を測ります。27kΩ、 OK です。基準電流は問題ないですね。次は同期信号を調べています。前回データシートの図を見て RGB 信号の増幅は同期信号を使っていないと早が点しておりましたが、そんなわけはありません。 RGB エンコーダーへ同期信号が入力されているか確認しています。前回ハイブリッド基板の入力まで同期信号が来ているのは確認していました。 RGB エンコーダの入力を見てみましょう。10番ピン上の段の左から3番目が C シンクです。同期信号が来ていませんね。原因はここですね。微弱なノイズです。同期信号を追跡しましょう。ハイブリッド基板に入った同期信号、異常なし。カップリングコンデンサを通過します。異常なし。次にトランジスタで増幅されます。入力はあります。あれ、出力がありません。ここで同期信号が途切れています。 2SA1037、 10円しない部品ですが送料が500円かかります。致し方ありません。注文しますか。あ、そうでした。部品のチェックをしましょう。手前の邪魔なケミコンを取り外します。ランドがかなり腐食しています。低融点ハンダを使います。腐食していると全くハンダが馴染みません。
ぷよぷよやってる感じです。左下の1番ピンのエミッターがかなり腐食していますね。腐食の激しい1番ピンが電源につながる 5V ラインです。アルカリ性の電解液がついて電流が流れると化学反応でこうなってしまうんでしょうね。ジャリジャリです。取り外したトランジスタをテスターでチェックします。足が短いのでかかしにしてます。数値はすべて規定値に入っています。部品は故障していませんでした。となると1番ピンの接触不良でしょうか。ランドを掃除してトランジスタを付け直してみましょう。ちょっとその前にこのハイブリッド基板の部品がどこか破損してレアショートしてそうな気がしたのでチェックしています。このハイブリッド基板うまく作られていて機能ごとに電源が分けられジャンパ線で全部バラバラに切り離すことができます。メイン基板から取り外さなくても簡単にテストできるのでとても素敵です。先ほどのトランジスタの少し左の J30、 ここを外すと音声系の回路を切り離すことができます。問題ありませんね。あとは RGB エンコーダの隣の J11、 ここを外すとこのハイブリッド基板の残りのほとんどの部分をメイン基板から分離できます。レアショートはありませんでしたね。気のせいでした。他にも腐食がひどそうな 5V ラインを重点的に調べましたが特に異常はありませんでした。しかし唯一の断線が同期信号にクリティカルヒットとは運の悪い A1F です。それでは取り外した部品を全部付け直しましょう。全くハンダが乗りません。ダメです。ナイフでランドの表面のジャリジャリを削ります。
なんとかハンダが乗りました。同通テストします。OK。それでは運命の動作確認です。映像来ました。音声も来ました。でも音声は直していませんが、久しぶりのグッドボタンチャンスです。しかし同期信号を直しただけなのに、どうして音声まで直ったのでしょうか。基板を掃除した時にどこか回路がつながったのでしょうか。不思議です。カセットもテストしましょう。スマートな方のロードランナーです。ファミコン版の太った方の主人公って実は人間になったボンバーマンなんですよね。驚きの設定です。問題ありませんね。これ下キーが引っかかるんで、ロードランナーヘルモードになってます。キーボードの掃除が必要です。腐食した基板、とても厄介でした。熱を加えてもハンダが解けないのに、熱をかけすぎるとランドが剥がれるという理不尽。とても気を使います。A1F の修理も、あとはキーボードの掃除とフロッピーディスクドライブのバンド交換で一段落といったところでしょうか。もう少しですね。ファミコンのやりたい企画があって、そろそろお尻がそわそわしてきました。でもまあのんびり参りましょう。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。またね。